あ、開いちゃった、開いちゃった、開いちゃったよ。はい、皆さん、こんにちは。車の大自然カカカシルピーです。今回はいつもとちょっと違った視点から動画を撮っていきたいなと思っております。これはね、シリーズ化していきたいなぁとも思っているので、皆さんにもコメントでご協力いただきたいなといった感じです。で、何なのかっていうと、いつもだったら、こういった洗車用品を買ってきて、この商品は、ツヤがこんな感じですよ。撥水がこんな感じですよ。みたいな感じで、レビュー動画みたいなのを数多く投稿しているのですが、そうではなく、お悩みシリーズっていうのかな。その悩みにフォーカスをした動画っていうのを作っていきたいなと思っております。今まではどちらかというと商品にね、フォーカスしていたところが大きいので、今後もね、レビュー動画っていうのはやっていくんですが、商品がね、どんどん増えてて、結局どれがいいの？何がいいの？みたいな感じになってくると思うんですよ。だったらその悩みに対して、僕だったらこれを使います。みたいな。こんな感じに綺麗になります。そういった動画を増やしていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今回第1弾として、この商品はこういったところに使えますよみたいな形で、一部的に紹介してることがあるかもしれないんですが、ドアノブ周りの爪傷ですね。気になってる人も多いと思います。だからその爪傷にフォーカスして、今回は僕だったらこういう風に DIY で綺麗にするかな。このレベルもポリッシャーとか使っちゃうとリアルじゃないなっていうか、みんなができる作業じゃないなとは思っているので、できるだけ商品とかがあれば誰でもできるような形で撮影していきたいなと思っております。そしたらまあ実際にね、爪傷がひどい車と1台あるので、そちらをお見せしたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。これですね。わかりますかね。ドアを開けるときにこう爪で引っかいちゃうんでしょうね。縦に傷がたくさん入っております。で、この傷をどうするかっていうところですね。方法はいろいろあるんですが、シノピーだったらどうするのかっていうのを今回お見せしていきたいなと思います。そしたらね、今回実際に使おうかなと思っている商品を紹介したいなと思います。そしたら商品をかき集めてきました。で、これ全部使うわけではありません。これだったら綺麗になるかなみたいなものをかき集めてきました。で、共通点があって、コンパウンドだったりコンパウンドが入っているようなものを選択しております。で、理由としては、今回爪傷ってなった時に、ワックスとかコーティング剤を使って埋めようとしても埋まりきんないんですよ。傷が深すぎるっていうのかな。満足いく結果になりにくいので、 DIY で簡単に綺麗にするってなった時にコンパウンド系のものがベターなのかなと思ってこれらを選択しました。この左側の箱に入っているものは純粋にコンパウンドですね。研磨剤です。いろんな番手があっていろんな種類があるんですが、右側のものですね、この6種類はハイブリッドっていうのかな、削って埋めるようなそんな商品になっております。ゼロクリームをね、例に挙げると、大きいくくりでいくとワックスなんですよ。でもマイクロパウダーと呼ばれるものが入っていて、簡単に言うと研磨剤。小傷を落としながらワックスで埋めていくみたいな商品なんですよね。そんなことができるような商品がこの6種類。これね、洗車の闇なのかわかんないんですが、コンパウンドって呼ばれたり、研磨剤って呼ばれたり、マイクロパウダーって呼ばれたり、けど結局は同じことっていうかね、塗装面を削って埋める。で、削るっていうとね、ちょっと怖いって思う人もいるかもしれませんが、1回で塗装がね、飛ぶような削れ方はね、基本的にしないのでね、安心してください。で、デメリットとしては、削るので、コーティングを成功しちゃったら、そのコーティングが取れちゃいます。なので、ハイブリッド型を選ぶのか、どうするのかっていうところになってくるんですが、僕だったら買いやすいものでいくとこの辺ですね。ソフト99の99酵母液体コンパウンド、この辺が一番買いやすいかな、コンパウンドとしては。仕上げ用ステップ2ぐらいでしっかりめに削って傷を浅くして、なおかつコンパウンド入りのこういったゼロクリームとかでさらに傷を浅くしてワックスで埋めるみたいな、これがね結構手軽かなとは思っております。でもそのワックス成分がついちゃうので嫌だっていう方だったら、こっちの超鏡面用9800番でコンパウンドだけで磨いていって綺麗にする。で、最後に自分の好きなコーティング剤とかワックスを施工するみたいなのも OK です。とりあえず今回はこの2つでいってみますかね。どこまで綺麗になるのかっていうのをね、実際にやっていきたいなと思います。はい、そしたら車に戻ってきました。で、この傷を磨いていきます。
用意するものとしては先ほどのコンパウンドソフト99の仕上げ用7500番ステップ2ですね。それとマイクロファイバークロス、これですね。スポンジとかでもいいんですが、結構この隙間入りにくかったりするので、マイクロファイバークロスを使ってこう手で磨き込んでいきます。実際にやってみましょう。どこまで綺麗になるのかってちょっとね気になると思います。でクロスは 2,3 枚用意しておいた方が作業しやすいと思います。ちょっとつけました。これを磨いていきます。ある程度磨いたらこのコンパウンドついてないところで拭きます。これだけでもだいぶ目立たなくなりましたよね。けど左側この辺まだ結構傷が目立っております。で必ずね洗車などを一度してからこの作業を行ってください。っていうのも砂とかが噛んでしまうとさらに深い傷がついてしまいます。そこはね注意してもらいたいですね。でドアノブを少し開きながらやると手も下の方まで入りやすいのでやりやすかったりしますね。どうですか？もう結構十分すぎるぐらい。今仕上げ用を使っているんですが、これでもね傷がねもう深すぎてどうにもなりませんっていう場合はもっと番手を下げる99工房の液体コンパウンドでいくとステップ1の傷消し用だっけな、赤いやつがあるんですが、そっちに変える。でこれも削っているので、大げさに言うと傷つけてるような状態ですね。傷を置き換えてるっていうんだけど、深い傷から浅い傷に置き換えてっていうのを繰り返していくんですよ。なので傷消しを使った時しっかり削れて深い爪傷が消えるかもしれませんが、そのコンパウンドでついた傷っていうのが残ってしまうので、じゃあ次は仕上げ用に変えて徐々にやっていかないと、パッと見は綺麗になったけどなんか日に当たるとちょっと白っぽく見えるなみたいなことになってくるので、それでも十分っていう方はねいたりもします。これだけでだいぶ綺麗になったね。これで十分だよっていう人もねもちろんいると思うし、いやもうちょっと仕上げたいなっていう人は番手を上げて今7500番を使っているんですが、表面仕上げ用の9800番に変えるだったり、今回やろうと思っているのは埋める作業もできるゼロクリームですね。ワックス成分の入っているハンネリワックス、そちらを使って最後仕上げていきたいなと思っております。どうですか？綺麗ですよね。今上だけやったんですが下側もちょっと傷ついているので下側もやっていきます。下側はねこのカメラの角度的には傷見えにくいというかね、そんな深い傷はね下側は入っていないんですよね。やっぱり上からかぶせてドアを開けることが多いんですよね。もうここから先はね結構ね変わり映えしないかもしれない。映像的にはもうこれで結構十分ぐらい綺麗になってると思うんですよね。これ以上はもうほんと肉眼とかでしか確認できないような仕上がりなので、ゼロクリームを使ってもほらこんな綺麗になったでしょっていうのをねちょっとお見せするのは難しいかもしれない。どう？さっきと変わんない？変わんないよね。で最後ちょっとゼロクリームですね。タオルを変えて、これもうワックスの方がメインなのでそんなね研磨力がすごいあるっていうわけではないんですが、少しこするように。で最後ワックスがついていない面で拭き上げてあげればツルツルにもなる。どうでしょう？分かりにくいね。そしたら1個後ろ側のドアノブに移動します。車の前方から歩いてきて手を入れるんだろうね。斜めにここ傷入っています。コンパウンドはちょっとつけてタオルでこうなじませてから使ってあげると使いやすいです。じゃないとちょっと垂れちゃったりするので、こういったところはタオルよりかはスポンジの方が施工しやすかったりします。これはねあんまね力入れなくていいです。軽くこすっていくような感じ。見る角度によっては結構ねまだあるんですよね。これを番手を変えるかどうかとこなんですが、でこういった手袋すると作業中に爪で引っかいちゃうっていうことがないので手袋はねおすすめです。あとは、手荒れとかするやつも中にあるので肌弱い方とかはね特に手袋をして作業してください。なくなったねってところが綺麗になります。まだ若干見えてますが最初に比べたらどうでしょう？綺麗になってますよね。そしたらこっち側縦の傷結構深いので、ゼロクリームだけだとどうなのかっていうのをやってみますか。ゼロクリームだけでもだいぶ目立たなくすることはできると思いますよ。それ傷の深さにもよるんですよ。だから絶対に落ちる落ちないっ
っていうのが言いづらいんですよ。ちょっとあんまこすらずにどう、これもう埋めるっていう作業ですね。どちらかというとだいぶ軽減されてないですか。よく見るとねあるんだけど、これだけでも全然綺麗になりますね。これで十分な人もいれば十分じゃない人もいるわけじゃないですか。そこはねまた難しいですよね。で次はゼロクリームでもうちょっとねしっかり磨き気味。かなり軽減されたと思わないですか。普通に見てもねかなり目立たなくなってます。傷の深さによってはかなり軽減できると。結構ゼロクリームだけでもいいかもね。よく見るとやっぱ深いのは若干ね見えるんですよ。これを消したいんだったらコンパウンドかな。っていうのもコンパウンド入りのものって番手がわからないんですよ、コンパウンドと違って。なので段階を踏みづらいし、基本的にマイクロパウダー的な超微粒子みたいなものを使っていたりするので、使うとしたら仕上げ的な感じですよね、コンパウンド入り系の商品は。でしっかり傷を落としたい、深い傷も攻めたいっていう場合はコンパウンドにして番手を下げていく。筋が小さいほどコンパウンド粗いので、そっちの方が傷っていうのは落としやすいけど、コンパウンドの傷も入りやすいので、その辺をねちょっと理解しながらやってもらいたいかなといった感じです。でさっきやった前側のドアノブにちょっと戻ってきたんですが、すごい深みが出てると思います。ここをきれいにするじゃないですか。そうするとこっちの傷がね目に入ってくるようになるんですよね。これが洗車沼です。けど手磨きでねここまで綺麗になるので、気になっている方はねぜひトライしてみてください。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はドアノブ周りの爪傷をきれいにしてみようという、そういったお題で動画の方を撮影してみました。どうだったでしょうか。商品はねいろいろあるし、傷を埋めるだったり削るとかね、いろいろ方法があるので、どれが正解とは言いにくいんですが、今回の方法が一番ベターなのかなとは思います。今回こういった動画を撮ってみたんですが、どうでしょうか。こういう方がいいなみたいな、もうちょっとこういうのが見たかったなだったり、例えば映像も引きで見たかったなとか、結構アップ目で撮ってみたんですが、全てにね対応は難しいかもしれないんですが、参考にしようかなと思うので、ぜひコメントを入れておいてもらえたら助かります。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。